皆さんこんにちは。今日は作業11日目 DIY の様子をお届けしていきたいと思います。土壁の解体進めております。前回中途半端に、半分のところまでやったので、今日は続きからということですね。気合い入れていきましょう。いろいろ試行錯誤してみて何がいいのか研究してるんですが、今回はハンマーで、小回りの利くハンマーでバンバン叩いて形を作ってから、その形になったピースをまとまったピースを取り出していこうかなと思いました。そうすれば全部粉々にするよりかは砂が出ないで時短になるんじゃないかなと思ってやってみましたが、やっぱり土砂はいっぱい出ちゃいますね。それでもで、土壁やり始めた最初の日とかはもう手がフルフルになっちゃってたんですが、その日終わったらもう慣れてきたというか、まあ最初と比べると早く進んでるんじゃないですかね。朝10時ぐらいからスタートしてやってます。はい、では、押し入れできましたので、隣の床の間ですかねの天井、残っている天井解体始めています。まず下地の周りをぶったたいて天井材を外してるといったところですかね。やっぱ天井を落とす瞬間は何が落ちてくるんだろうという怖さは慣れないですね。で、あと大きい雲時々見かけるんで、外す一枚一枚気合い入れてます。はい、相変わらずのおなじみの土壁。ちょっと近いとこなんでバールでやってます、今回は。カメラのキーチがね、ちょっと良くないですね。飛んできちゃうところですね。まあ、ちょっとこの後何が起きるかは想像がつくんじゃないでしょうか。一回はしご登ると降りたりするのがもうめんどくさいんですよね。はい、案の定カメラに当たって倒れました。続いては気分転換に外の、ボットン便所の汲み取り式便槽の
衝突というんですかね、この、結構劣化が進んでいるビニール製のパイプ、4メートル以上あると思うんです。分割してレシプロ層で切りながら撤去していきたいと思います。この鎧張りの外壁、木の外壁に、金具で金具が支柱するんですね。それをベースにパイプが固定されている感じですね。で、レシプロ層で切ると綺麗に切れるというか、もうパイプ自体が劣化でバリバリに砕け落ちていくという感じになります。はい、だいたい30分ぐらいでできたと思います。で、この部分、汚物はもうないと思うんですが、一応、密封処理、匂いが出てこないようにですね、ビニールかけました。はい、では、床の間の解体の続きやっていきましょう。いやーもう本当にずっと壁の解体ですね。まだ半分以上もできてないと思うんですよね、家全体の。あんまり考えすぎないで無心にやっていくのみです。はい。ちょっとアングルを変えて、ガンガン攻めていきます。過去3回の動画で、字幕字幕でやってみた、解説してみたり、ちょっと今回は久々のナレーションなんですが、皆さんはどっちが動画見やすいですか？ちょっとアドバイス、お気づきの点あれば遠慮なくコメントしてってください。字幕ちょっと入力するのがめんどくさいんですよね。で、ナレーションもちょっと収録してる時疲れてたりすると、滑舌悪かったり、はい、すいません、波がありますね。それが私です。まあ5時ぐらいまでやるかな。今日はスタート遅かったから。ちょっとなんか喋ってますね。あ、妻と電話してます。もう何ですか、もう独り言言っちゃってんのかなって思ったんですが、違いました。はい、今日はここまでできました。押し入れ、ちょっといろいろ木が残ってますが、あんま下手にちょっと撤去したら、あとこの大量の土砂がまた増えていきました。はい。で、これは DIY とは関係ないんですが、先日妻と旅行に行った、伊豆、静岡県ですねの、すべて木製で作られた家具とか大工市場行ってみました。いろいろ将来のこの廃墟も家具が必要になってくるんじゃないかなと。あとは木工で、まあ、どういうものが作れるんだろうという、ちょっとインスパイアされたいというか、はい、旅行の途中であったので行ってみました。